こちらにやってきました。巡礼で訪れたら探してみてください。カナダと相葉先輩が訪れていたスキヤーに来ました。中の方走っていこうと思います。富士山めちゃくちゃ綺麗じゃないですか。皆さんこんにちは、いっちです。はい、ということで今回僕はこちらにやってきました。小田原駅です。今回はね、現在放送中の MF ゴーストの聖地巡礼をしていきます。最初はね、小田原駅周辺を散策して、その次は実際のレースのモデルとなった小田原パイクスピークを巡っていこうと思います。それでは MF ゴーストの聖地巡礼、行きましょう。現在MF ゴーストは小田原市とのタイアップ企画で駅周辺にバナーフラッグやマンホールなど MF ゴーストとコラボしているそうです。これだ。こういうのが駅の周辺に数箇所あるんで、巡礼で訪れたら探してみてください。他には駅近くの春根小田原春根広場には MF ゴーストの特設パネルが展示されていました。12月22日までの展示だそうなので、行こうとしている方はお早めに。小田原駅周辺はね、いろいろと撮影できたんで、今からお昼を食べに行こうと思います。お昼はね、聖地になった場所で食べようと思います。それじゃ行きましょう。はい、ということでカナダと相葉先輩が訪れていたスキヤーに来ました。今からここでお昼ご飯にしようと思います。巡礼のお昼はスキヤにしてみてはいかがでしょうか。お腹も満たしたところで、今回のメインの聖地アネスト岩田ターンパイク箱根を走っていきましょう。作中と同じ雰囲気を見れるのがめちゃくちゃ楽しみでした。はい、ということでアネスト岩田ターンパイク箱根に来ました。料金所入る前のところから撮影しています。実際にね、コースの方を走っていこうと思います。いや、作中と本当に一致度高いですね。いいですね、実際にある場所がモデルになってるって。今からね、中の方走っていこうと思います。まずは現在 MF ゴーストの看板が設置されている白金展望駐車場を目指しましょう。結構初めの時点から勾配がきつかったですね。景色はこんな感じです。アネスト岩田ターンパイク箱根は MF ゴーストの聖地としてはもちろんですが、イニシャル D の聖地でも登場してきた場所ですね。超高速のダウンフィルで涼介と北条凛が走っていましたね。あのレースは痺れました。僕らはヒルクライム上りの道を走ってたんですけど、ダウンヒルをあのスピードで走るのはやばすぎですね。実際にこの道を見たらかなり急でした。ここの橋の上はかなり白熱した展開でしたね。まるで果たし合いのような殺伐としたドッグファイトでありながら、ハイレベルな技術と技術の応酬が宝石のようにきらめく瞬間を何度も見せつけられるぜ。ということで少し倍速でお送りします。このぐらいの速さがアニメで出ているスピードと同じぐらいですかね。15分ぐらい走ると最初の目的地の白金展望駐車場に到着しました。ということで途中にはね、こういう感じで MF ゴーストの垂れ幕が飾ってありますね。景色はこんな感じで、うわ、めちゃくちゃ高いっすね。すげえ。ここら辺来て急に冷えましたからね。うわ、すごいな。いい眺めですね。続いては聖地としても登場してきたアネスト岩田スカイラウンジに行きましょう。こちらには MF ゴーストの特設コーナーも展示されているので、そちらも見ていきましょう。はい、ということでアネスト岩田スカイラウンジに到着しました。 MF ゴーストの展示とかがあるんでね、それを見ていきましょう。アネスト岩田スカイラウンジに来ました。中にもね入っていこうと思います。で、後ろ向くと見えますかね、あそこに富士山めちゃくちゃ綺麗じゃないですか。どうですかこの景色。いや、めちゃくちゃ綺麗ですね。手前にはね湖あってね、ちょっと寒いですけど、
いやここマジで皆さん見に来てほしいです。ということでちょっとスカイラウンジを入ってきます。ラウンジ内は1階と2階に分かれていて、2階にはこのような休憩スペースがありました。 MF ゴーストの展示もされていました。カフェスペースもあるので景色を見ながらのんびりできました。巡礼の休憩におすすめの場所です。にしても景色がめちゃくちゃ良かったです。皆さんもぜひ立ち寄ってみてください。続いては芦ノ湖方面に向かっていきましょう。急勾配から打って変わってコースはダウンヒル。ここら辺のコースでカナダが車を1台抜いていましたね。そして景色が変わって湖畔近くに出てきました。ここら辺は町や湖も近くにあって景色が良かったです。鳥居もしっかりと見れました。芦ノ湖から離れて坂道を登っていくと、右側にちらっと標高874メートルの看板が見えました。国道1号の最高地点です。ここからがセクター3ですね。カナダの86が前方の車と距離を近づけていってましたね。というかこの下りをアニメ並みのスピードで走るのは無理すぎる。カナダが藤原ゾーンを走ってるところもグッときますよね。続いてがゴーストタウン。アニメだと富士山が噴火して至る所にガスが発生していましたね。あの中で走るのはすごすぎなんだわ。ここら辺は実際に温泉のリゾート施設が多かったです。この通りを走ってる時に実況の人が彼の名は匠藤原といった時にテンション上がった人が多かったんじゃないでしょうか。カナダと藤原匠のツーショットも良かったですね。小田原と仙石原に分かれている T 字路も一瞬ではありますが登場してきましたね。右に右折すると周辺には老舗の宿やお店が立ち並んでいました。正面に見えるのが大平台のヘアピンカーブ。ヘアピンと名前が付くだけはありますね。ここでカナダが望みを抜いていましたね。ちなみにここら辺の道は箱根駅伝とかでも走る場所ですよね。今年の箱根駅伝は自分の母校が出るんで正月の駅伝楽しみなんですよね。そしてデスエリアを抜けました。デスエリアを抜けたあたりで混み出したので、ここからは撮影が飛び飛びになっています。正面に見える旭橋で赤羽が右から勝負をかけていましたね。実際に走ると逆走になるのでご注意ください。旭橋を越えて進んでいくと駅の外観が登場してきた。箱根湯本駅にやってきました。平日に行ったんですけど観光客が多かったですね。箱根湯本駅を通過して残るはあと少し。このまま直進していくとかまぼこストレートと言われていた 1.9 キロを走行していきます。アニメでは相葉、赤羽、坂本の3台の車が並走していましたね。名前の由来となったかまぼこ工場がありました。こちらの曲がり角付近が相葉がオーバーランしてしまったところと、カナダが最後の曲がり角でポルシェを抜いたシーンの場所。最後はそのまま直進。ゴールが見えてきました。ゴールは夢庵付近らしいです。そしてそのままゴールインということで、以上が MF ゴーストの聖地巡礼でした。小田原のね、いろいろコラボしてるマンホールだったりとか見たり、最後にね、小田原パイクスピークを一周したんですけど、本当に眺めとかも綺麗ですし、ところどころにモデルとなった箇所もあるので、ぜひ皆さんも車なりバイクなりで聖地巡礼してみてください。それでは次の動画でお会いしましょう。See you!